県出身境川部屋、霧島。モンゴル出身音羽山部屋、伯桜鵬。鳥取県出身伊勢ヶ濱部屋、小結隆の勝。千葉県出身常盤山部屋、最後は関脇青錦。ウクライナ出身安治川部屋。今場所は前半活躍をしていました藤ノ川です。ここまで何勝何敗なんですか？今8勝5敗で勝ち越しを決めています。勝ち越してるんですね。はい、昨日勝って勝ち越しを決めました。朝氷は7勝6敗です。この一番勝てば勝ち越しが決まります。さあ、制限時間いっぱいになりました。立ち合い、少し動いた、すくい上げ、藤ノ川の勝ち。勝って9勝目。いいじゃん、立ち合いちょっと動きました。当たっていくと思ったんですけどね、左変化というか左を差していくって感じですね。ちょっと朝紅龍がびっくりしてましたけどね、そういう点では立ち合いですよね。ちょっと引きながら左差していってるんですね。いや、もうちょっと熱戦を期待したんだけどな。立ち合い当たっていかなかったですね。当たっていかなかったですね。これで9勝結果が出るじゃないですか、はい、そういうのがよく見受けられますんでね、そういう点でも注目してもらいたいですよね。そうですね。友風は怪我をしたのが6年前のこの九州場所でした。今場所は過去の対戦は明生の2勝、友風1勝です。さあ、友風、今日は得意のはたきが出るでしょうか。押っつけから突っ張っていきます友風。はたいた、今日も出ました友風のはたき込み。ちょっといいですか？はい、お、アクションいきましょうか。はい、友風の名人芸と言ってもいいかもしれません。左ちょっと攻めて、そうなんですよ。その後ですよね。で正対して下から突っ張って、必ずね相手の脇の下とかこうついていったりね行くんですけど、勝ち越しがかかった一番、初顔合わせになります。立ち合い、当たっていきました豪ノ山。押し出し、勝ち越しを決めました豪ノ山。豪ノ山らしい相撲です。いい立ち合い、いい攻めですね。獅司がこう独特の立ち合いで右から相撲じゃないですか。これやっぱり豪ノ山も的が大きいから当たりやすいんですで、右からこう来るって分かるじゃないですか、連日獅司がその立ち合いしかやってないんで、そういう点ではまあ推測しやすい立ち合いだし、であとはね、こういったってそんな簡単にこの丸い体、懐に獅司に自分のところ入られたらそんな簡単には起こせないですよね。あれ普通に売っている足袋もあれば、自分にサイズ合うものを作ったりするんですよね。売ってるものを使うこともあるんですね。あります。足は大きいんですけど、僕は足首が細いので、足のサイズでいくと足首ブカブカになっちゃうんですよね。これはよく使ってますよね。そうですか。
さあ立ち合いです。突っ張っていく千代翔馬、喉輪張っていく、捕まえました。ローが右四つです。上手投げ、千代翔馬の勝ち。タッチペンでもいきましょうかね。はい、千代馬がいい相撲なんですけどね、利用してるんですよ。振らない方が良かったんです。そう、振らない方がいいんですよ。だから私はやれるんですけど、わざと振って、はい、で相手の状態を崩して、はい、突き落としみたいなことをする。はで僕は現役中よくやってたのは、わざとつられてその反動で少し動いたら、はい、体を揺らして、回しを相手の下に持ってってそこで打っちゃうとか。やっぱ変えないんだって。まあそうですね。これ一番よく言われますよね、最近。さて取組は錦富士と大栄翔の対戦です。両者ともに勝ち越しをすでに決めています。8勝5敗同士の対戦です。過去は1回対戦があって大栄翔が勝っています。大栄翔の突っ張り、引いた叩き込み、大栄翔の勝ち。大栄翔が落ち着いて突っ張ってましたけど、やっぱり錦富士が大栄翔の突っ張りを警戒しすぎて当たってね、このやっぱり突っ張りが強いからどうにかかいくぐるっていう気持ちがあるので、こう下向きになっちゃうんですよね。で腰引いてるんでね、うまく大栄翔はねそこを引き落としましたけど、いなす感じですね。引いたーつとしてですね。3回ですね。でもね、御嶽海も丈夫ですよね。今一生懸命やってますけど、まだ体動いてますしね。33歳の御嶽海です。さて時間になりました。待ったなし。過去は琴勝峰7勝、御嶽海3勝です。対戦成績では琴勝峰が有利です。引いた叩き込み、御嶽海の勝ち。足滑りました琴勝峰。でも足がついててないですよね。上半身が早く感じですよね。これ前に出て、前にしてもちょっとやっぱり下半身が遅いですかね、琴勝峰ね。御嶽海もさほど踏み込みもなく当たっているんで押し込まれますけど、ラッキーラッキーっていう感じ。改めてでも15日間は本当にこの流れといいますかね、ありますよね。そうですね、勝ってね、白星が続けば調子も乗ってくるんですけどね、でもその勝ち方によっても変わってくるんですよ。土俵際ギリギリで引き落としたりしてくると、それが続くとやっぱどっかで負けますよね。なるほど。さあ土俵待ったなしです。金峰山過去に7勝、湘南の海が2勝です。金峰山が有利です。手を出していきました。突っ張っていく金峰山、押し出しました。力なく土俵を終わりました湘南の海です。ちょっと元気がありません。だいぶ元気ないですね。そうですねあんな長い手の金峰山にね、ちゃんと座りねこらえられないですよね。いなして行こうとですかね。そこが気になりますか。頭下げてるだけじゃダメですから。さて過去の対戦は阿炎の6勝、竜電4勝です。コメント欄にはアビマと書いてる方がいらっしゃいますね。さあ時間です。阿炎竜電の対戦、もろ手でいきました。阿炎突っ張っていく、捕まえたい竜電、捕まえた、右が入りました。寄り切り、竜電の勝ち。
で阿炎立ち合い突っ張ってるんですけどね、威力がないですよね。竜電前押し込もうとしているんですがちょっとできない。ただ竜電今日は外じゃないですよね。ね、下からこうね押っつけながら無理に頭下げずにね、受けてますけどちゃんと下からこうやってね左右と使ってね、でここでね完全には刺してないですけど、ちょっとすり足で残るじゃないですか、やっぱこういうの爪はないですよ。そうですか。なんともこの痛すぎるお話が続きましたが、でもいろいろある中でお兄ちゃん大好きというコメントちょっと和みますね。ありがとうございます。はい。まだ時間があるようです。ここで軍配返りました。大野勝と佐田の海の対戦です。過去2度対戦があっていずれも大野勝が勝っています。左上手が速い大野勝、右の前回し形を作って出ます。寄り切りました。大野勝の勝ち。ずらしていきましたよね。立ち合い。アクションいきましょうかね。はい、アクション解説お願いいたします。正面から当たって止めていかないといけないんですけどね。ほんの少しこのずれるっていうだけでやっぱり変わってくるんですね。ずれて今この角度がちょうど右上手を取りながら入っていけるじゃないですか。これですね。ちょっと佐田の海もね頭下げすぎっていうのもありますけどね。今日このところで突き放して大きいから飛んでっちゃうじゃないですか。だから飛んでいかないようにするラインに入っていかないといけない。なるほど。24時間前にそのお話を聞いていれば公平にそうですね。そうでしたね。これ解説とね清野さんの立場とそうですね。しっかり守っていきましょう。さあ一山本由伸富士の対戦9勝4敗同士です。押していきます。一山本引いた由伸富士、右差しに行きます一山本、もう一度離れて今日は引きを見せます由伸富士、右から喉は頭をつけている、出る、引いた、軍配は一山本です。軍配一山本、物言いはありません。つかない。一山本も負けたと思っちゃったんだね。当たりました。吉野富士が落ち着いてね相撲取ってるように見えますよね。でも全部結局引いてるんですよ。引いて見て頭からいってるんですけど全部土俵を背にして引いてるんですよね。これ一山本の方が全然有利なんですよ。そう引きが目立ちましたよ。これ引いてるからね、いざ自分が出るときに足が出ないんですよ。ほら流れるでしょ。なんで相手の右手を殺してるし、でここ出てこれるところだけどそこまでで吉野富士が出てないから、足が揃って気持ちだけで出てないんですよね。気持ちが引いてるから、そういう点ではその筋肉をうまく使えるように怪我した箇所を使えるようにとやっぱあと気持ちの問題ありますよね。そうですね。このテーピングで、でも相手から見るとテーピングって滑らないから有利なんですけどね。そして平戸海に大きな声援です。地元九州で負け越しは決まってしまいました。でも内容は決して悪くないですよね。そうですね。やっぱりちょっと弱点疲れてますね。そうですか。さあ幕内前半最後の取組です。初顔合わせ。右四つ前に出る、寄り倒し、欧勝海の勝ち。これね欧勝海立ち遅れですよね。そうでしたか。ちょっとタッチペイいきますか。いけます。微妙なところだけで負けてるんですね、彼は。そうですか。ここで体が起きてますね。だって立ち合い欧勝海のが立ち遅れてるんです。そこをうまく欧勝海がシュッてこう引きつけて相手の弱点をガッて腰を上がらせることによって軽くなることですね。だけどアマチュアやってたのは友江富士さんとかね、ここの部屋の
ぐらいかな、同じ年齢でね、強かったの、アマちゃん的に。今は本当に増えましたからね。本当増えましたよね。さてコメント欄には、うらちゃん今日もお客さん相手にでんぐり返しして喜ばせてくれと書いてる方がいます。受け身はレスリングの受け身ですよね。綺麗な前回り受け身今場所はありました。さあ時間になりました。宇良と翔猿の対戦、宇良勝ち越しがかかっています。勝ち越しを決めたい宇良。手を出してきました翔猿です。頭をつけている。低い姿勢。宇良下から攻めたい。叩いた。落ちない翔猿。右覗いています。宇良が中に入りたい。頭をつけても足を取りに行く。低い姿勢。左は一度離れました。もう一度足を取りに行きます。張っていく。宇良右足が倒れにかかっている。もう一度足。右を差しました。引いた。押し出し。宇良の勝ち。宇良勝ち越しを決めました。14日目。最後引いちゃったんでね、翔猿が。それまで両者いいか互角のね、相撲がそんな余裕があるんじゃないですか。さてこの頭をつけての相撲になりました。当たりながらの互角ですよね。はい。でも最後ちょっと宇良も顔2回ぐらい引っ叩かれたから、イラってきてましたよね。そうですか。業界用語でイラって言いますね。イラってくる。そうなんですね。普通に言うとね、頭くるって感じですよね。ここでも張られるんですけど、いい音してましたけど、あれはあんまり効かないですよね。そうなんですね。張りだと。これですか。いや、そんなあんま大して痛くないですよ、あれは。ちょっとイラってくるけど。ここでね、前に出れないですよね、翔猿もね。清野さん、俵が足かかってるっていうけど、あれこっちに差しからつくのには時間がかかるんじゃないですかね。時疾風は2年前の7月に幕下で優勝して、十両は4場所で通過。去年の5月に新入幕、一度転落しますが返り入幕でこの幕内に定着してきました。さあ時間です。時疾風と霧島、9勝4敗同士の対戦です。上手が速い霧島、左四つから右上手、形を作って投げ、上手投げ、霧島の勝ち。はい、今日は攻めが速い。それでは今のお話を聞いた上でリプレイです。これ上手狙っていってますよね。分かってるんですよ。こうやって時疾風が立ち絵ちょっと上に上がりながら当たっていく。そこはやっぱ上位は分かってる、うまいですよ。ふわっていってますよね。そうですね。この立ち合いだと上位は難しいってことを今日知ったんです。なるほど。ちょっと上に上がるような立ち合いですか。そう、あれはもう僕でもあそこ狙っていきます。そうです。若元春の5勝、翠富士の1勝です。対戦成績では若元春が有利です。コメント欄を見ると若元春勝ちこそ、それから緑という声も飛んでいます。翠富士も若元春も応援じゃと2人とも応援している方もいらっしゃいます。若元春勝って勝ち越しを決めたいところ。合わせるのは式守勘太夫。左四つ、左を差しています翠富士。若元春はまだ差せていません。さあねじ込んでいきます若元春。肩すかし狙いに行く若元春。これは防ぎました。相手のお株を奪うような肩すかし。
頭をつけています翠富士。顎の下に頭を置いています。左手を抱えるようにしている若元春。ついた、まだ残す左四つ。若元春得意の形です。引きつける若元春、土俵際寄り切りました。若元春勝って勝ち越しを決めました。常に左が入ったので回しは取れないですけど、若元春は、ね、優位だったんじゃないですか。土俵際も危なそうでしたが、ただ相手が翠富士が軽いんでね、残ることも左少し入ってるだけで十分だと思うんですよね、これで右手引っ張り込んでますもんね、強引に入れようとしてるけど右手も引っ張り込んで、決めるまではいかないけども、翠富士としては嫌ですよね。でこの肩透かしびっくりしましたね。肩透かし、まあやりますよね、翠富士この前で内無双を切ればいいのにね。若元春の右顔向いてるから左側見えてないのに。なるほど。肘張って左でね、右をこれ決められてないから、ちょっと一瞬決められたけど、そこ嫌がって離れたんですね、その時に。で土俵際を、綱渡り状態になったんですよね、翠富士が。でこれもうここまで入っちゃうともうダメですよね、あと時間の問題で若元春はこれで十分ですから、これが翠富士じゃなくてもうちょっと体大きいとまた違うことになるんですけど、若元春は先場所も先々場所も押し出しています。やっぱりこのなかなかこの中に入れない伯桜鵬です。立ち当たり負けするんじゃないですか。そうですかね。何かこう伯桜鵬がやってしまうから、何か小さい技っていうかね。さあ待ったなしの声がかかりました。喉は炸裂か、たまちゃんかませというコメントも届いております。さあ立ち合い、合いませんでした。もう一度。左四つ、胸があって出る、押し出しました。伯桜鵬の勝ち。これはいい立ち合いでした。4連敗してるっていうと勝ったりするんですよね。そうなんですね。肘張ることですよね。軽くワンポイント前に出やすくなるということですね。左を差して一枚回しですからね。右の前回し。ね、こう肘でこう使うような感じで。届いています。力士に対する応援コメントもたくさんいただいております。天国の相撲部の監督も務めています。すごい取材力です、さあそしてこちらが若隆景です。ともに6勝同士の対戦です。さあ立ち合い、押し合い、前に出る美ノ海、土俵際押し出しました。美ノ海の勝ち。攻め続けました美ノ海です。勝って7勝目。立ち合いの若隆景良かったんですけどね。美ノ海も落ち着いて下から攻めて、美ノ海でした。若隆景も左からをつけているんですけど、うまくかわされちゃってるんですよね。今場所もまた横綱2人が、東西の横綱2人が優勝争い先頭を走る形になりました。こちら欧勝馬です。モンゴル出身です。待ったなしの声です。過去2度対戦があって2度とも隆の勝が勝っています。
今場所横綱に勝っている隆の勝。当たっていきました隆の勝、一気の押し出しました。隆の勝の出足、左足首怪我してるかな、欧勝馬。踏ん張れなかったですか。全然踏まれてないから、まあ、あまり足は出ないけど腰の位置が高いもんね、いつもより。こうレスリングスタイルで、右からのかち上げもあります高安です。過去対戦は熱海富士4勝、高安の2勝です。対戦成績では熱海富士の方が優位です。腰も重たいしね、熱海富士。弾むような体です。飛ぶもんね、そうなんですよね。相手が。さて時間になりました。高安熱海富士の対戦です。熱海富士は勝ち越しがかかっています。ありました。押していく熱海富士、左四つ。高安土俵際、左上手。上手が切れた。押し出し、高安の勝ち。高安勝ちました。左上手がやはりこれは勝負を分けたでしょうか。左差しましたから、ちょっとスローみたいですね。熱海富士も当たり良かったのにね。ここは負けませんでした。左両背のこの腰の使い方、高安うまいよね。分散してるんですよね。で上手取ったら出し投げすぐね。これアクションいけます？いける？はい、胸から当たってきますから。王鵬も立ち合いからこう突っ張って相手を突き放すとやっぱりこう強いなっていう感じありますよね。なんですよね。でもね、体大きいからね、ちょっと刺したりできるのが良くないですね。良くないですか。ああいう相撲でも3勝、王鵬の2勝です。対戦成績では正代が1つ上回っています。立ち合い相手を押し込めるのはどっちでしょうか。当たっていきました。王鵬のど輪、左四つ出ていく王鵬、土俵際回り込んだ正代、土俵を割ってしまいました。押し出しました。王鵬の勝ち。だけどやっぱりあんまり刺さない方がいいですよね。王鵬は突き切った方が当たる。突き放そうとするんですけど突き放せないですよね。これで正代がね差し勝ったんですけどね、ちょっと腰高いですよね。大きい者同士だからね、前に出た方が強いですよね。本来の姿ですね。豊昇龍もね優勝逃してるんで悔しいね。悔しい思いやって今場所の土俵でね。そうなんですよね。先場所は決定戦の末豊昇龍敗れまして優勝を逃しました。ああいうのは悔しいですよね。しかも先場所は豊昇龍が初日から11連勝だったんですけど連敗して流れが変わったというね。あと一歩っていう時そういうものの方が思い出しちゃうんですけど、勝った時なんかあんま思い出さない。そういうものなんですね。今場所は大野里が連敗してまた流れが変わりました。面白いもんです。頼むよ琴櫻、琴櫻いけるんちゃうか。琴櫻応援という声もあります。大野里という声。さあ2人に対する応援コメント全くの五分です。過去は大野里7勝、琴櫻4勝です。繰り返しますが琴櫻は勝ち越しがかかっています。当たりました。右が入る。形を作りました大野里、右四つです。右の相四つともに得意。左上手、琴櫻出る寄り切り。大野里敗れて3敗。
琴櫻が勝ち越しを決めました。右四つ左上手の形、琴櫻が勝ちました。まあじゃあ勝ち点でいきますか。なんと大野里が3敗で後ろ下がるのも、はい、足がぴょんぴょんしてるから、俵に引っかかんないんですよ。ぴょんぴょんして俵に引っかかればいいけど、浮いてるから足パッて出ちゃうんですよ。あっけないなって思いませんでした、みんな見てると。そうですね。それが原因なんですよ。なるほど。いやー、大野里がこの表情です。でも原因はあるから。足が出なかった、当たってないです。おそらくまだ割りは決まってないんですが、おそらく明日は横綱同士の対戦が組まれるということになると思います。また大野里負けたか分からなくなっちゃうね。そうですね。まあ、豊昇龍が勝てば単独トップで明日の千秋楽を迎える形になります。ただ豊昇龍が負けると3敗力士3人で明日千秋楽という形になります。横綱はとにかく当たって当たり負けしないで、低いと落ちるんじゃないかと思って心配になるんだけど、ちゃんと当たっていって、で、右差していけば大丈夫です。右下手が入れば、横綱外から行くと、外から来たって瞬時に青錦分かるから、うわっと前出て手を伸ばしてくるから、押っつけたり。とにかく頭をつけてこの密着するのが青錦の相撲です。確かに豊昇龍も時々外から攻めることありますからね、それはやってはいけないってことですよね。外から攻めるの、突っ張りも外から効かないから、正面から右を差していくことがポイントだというお兄ちゃんの解説です。さて待ったなしの声がかかりました。14日目結びの一番です。2敗の豊昇龍、3敗の青錦。さあ立ち合い、頭をつけて引いた、横綱押し出し、3敗で3人が並んで明日千秋楽、横綱豊昇龍引いてしまいました。3敗力士3人で明日千秋楽です。当たっていかないとダメってのに引きましたね。だって当たってるけど頭から当たってないから、右差そうとして最初から言ってるから、もうそれは引っかかるを得ないですよね。もう青錦は当たった瞬間ああやってきたからごっちゃんですよ。そうですか。回しも取ってないですよ多分。そのように見えましたね。ですよね。回しも取る必要なかったんじゃないかな。回し取らなかったですね。最後のど輪ですかね。それではもう一度リプレイで見ましょう。もうだ頭つけてね、これちょっとタッチペンでいきましょうよね。これ終わったらね、スローでね、この角度も分かりやすい。これは引いちゃいますよね。一瞬ですけどね。これ豊昇龍としてはどんなことを狙ったんですか、立ち合い。なんで頭から当たっていけないのかが分からないですよ。他の力士には当たっていってるじゃないですか。なんでそれができないのかが分からないですよ。それができるまで勝てないですよ。またしても青錦に勝つことができませんでした。今日横綱2人とも負けちゃいましたね。そうなんですね。清野さん番付通りって言ってたのに今日に限ってね。いやー、分かんないもんですね。分かんないですね。横綱2人と関脇1人が3敗、明日千秋楽。いやー、2人とも腰高いですね今日。そうでしたね。なんとも14日目